簡単に言うと内臓に負担をかけないためで、結果体内の老廃物や毒素を排出できるようになるんですね。脳科学実験とかで思い込みで人が死んでしまう、言葉にするしないって自分で選択できるもんだと思うんですよね。こんにちは。乳がん10年目、余命宣告されても死に気はしないみーぽぽです。はい。で、今日は前回この動画で私が体のためにやる3つのことについてお話しさせていただいたんですけど、今回は私が体のためにやらない3つのことについてお話ししたいと思います。はい。今日も一旦このホットシナモンバターティーを飲みながらこれ何かって言ったら、この自家製シナモンティーを豆乳と温めて、でそこにココナッツオイルちょっと入れて、なんかバターコーヒーならぬバターシナモンティーにして、シナモンちょっと振ったやつ試しにやってみたら美味しくってハマってます。美味しい、おすすめです。これ温まる。なんか喉にもいいかも。オイル粘膜的なたまりますね。はい。じゃあ早速、1つ目、食べ過ぎない。これどういうことかって言ったら、そのままなんですけど、お腹いっぱいにはならないようにするなんて言うんだろう、腹10分目11、12分目にはしないようにするって感じで、これ理由は、簡単に言うと内臓に負担をかけないためなんですね。このやることの動画で、体のストレスについてお話ししたと思うんですけど、要はそれの一つですね。体のストレスにならないために やらないって感じです。はい。例えばファスティングってありますよね。要は断食。断食が体にいいっていうのを聞いたことある方もいるかなと思うんですけど、断食する目的は痩せるためとかじゃなくって、さっきも言ったように、内臓を休ませてあげることが目的なんですね。で、内臓を休めることで普段動かさない臓器のケアエネルギーを割くことができて、で結果体内の老廃物や毒素を排出できるようになるんですね。私よく以前断食めっちゃしてた人で、本当にこれ経験した人にしかちょっとわからない気持ちよさがめっちゃあるんですね。確かに3日目超えたあたりから本当にもう心まで影響してくるかなってぐらい、ファスティングってめっちゃ効果あって、本当にこれ語っちゃいそうなんで、これぐらいしておきますけど、とにかく内臓を休めることでこんな大きな効果があるイコール、普段どんだけ内臓を働かせてることで、体に負担がかかってるかってことなんですよね。で、私も本当は週1回とかプチ断食とかしたいとこなんですけど、余命宣告前後の時私本当食べれなくって、言ったらもうちょっとね、だいぶやばいとこまで行ってたんで、食欲落ちちゃって、もう本当に美味しく食べれないし、もう食欲もないしっていう状態を経験して、で回復すると同時にめっちゃ食欲増して、食べる喜びをさらにまた知ったんですね。だし、食べる大切さ、食欲の大切さって、食欲って生きる生命力にもつながってるってことを実感して、なかなかそっから断食ができてないんですよね、正直。で、せめてでも日頃の、食事をお腹いっぱいっていうのはしないように心がけてるって感じです。実際私が実践していることって言ったら、今さっきちょっと言っちゃったけど、腹、7分目、8分目に抑えてる。理想は7分目。でも基本腹8分目にはしているっていうこと。で、あと朝は結構こんな感じでしっかりとってるので、昼間は軽め。骨のために作って飲んでるボーンブロススープのみとか軽めにしてて、夜は腹8分目って感じで、その間の間食もたまにしたりするんですね。それは自分が安心して食べれるなと思うもの、手作りしたおやつを食べたりとか、フルーツを食べたりするんですけど、それもいっぱいは食べない。だいたいもうこの昼ご飯食べた2、3時間後とかって決めてて、フルーツだったら自分の拳を超えない程度で、おやつとかだったらケーキ作ったら一切れ、そんなむやみには食べない。どっちかっていうとそれって本当に自分のご褒美みたいなものなので、そういう楽しみとしてちょっと食べるって感じです。
つ目、マイナスな言葉は口に出さない。はい。前は思っても言葉に出さないっていうことなんですけど、これ、理由はっていうと、ちょっと科学的な話すると、脳科学実験とかで思い込みで人が死んでしまうっていうのが実証されてるっていうのって結構有名な話だと思うんですけど、それからも分かるように脳ってすごい単純で言葉の影響を受けやすいって言われてるんですね。そういうのも理由の一つなんですけど、言ってしまったら思いに来る、要は不安が襲ってくるのって本当仕方ないことで、それって自分を責めてもどうしようもないんですよね。来るもん来るじゃないですか。不安な思いってもちろん私も来ます。不安な思いは不可抗力みたいなもんだと思うんですよね。誰も不安な思いを考えようって思って考える人ってなかなかいないかなって思うんです。それはもうしょうがないけど、その不安な思いを言葉にするしないって自分で選択できるもんだと思うんですよね。その選択はしない。不安な思いが来た言葉を口にしたら、それって宣言と同じで、宣言っていうのは何かって言ったら、私はこうなりますって言ってるようなもんなんですよね。例えばこのまま私どんどん悪くなったらどうしようって思った。それを口に出した。私このまま悪くなっちゃうかも、どうしよう。それってそれを私はこのまま悪くなっちゃうかも、なってしまうっていうことを宣言してることになる。さらに思いに来たことを発言したことによってそれを脳が聞くんですよね。で、そうかもそうかも、私どんどん悪くなるかもで、どんどん自分に要は洗脳っていうかアウトプットまたしてるようなもんで、そんなこと私はしたくないのでしないって感じです。で、実際実践してることって言ったら、よく私たびたび動画とかでも口にしてるのがキャンセルってよく言ってるかなと思うんですけど、キャンセルするんですね、不安な思いは。で、キャンセルって何か、どんな感じかって言ったら、投げちゃう感じ。不安な思いが来た、投げる、なかったことにするみたいな。では自分の体の内にとどまらせないその思いを、要は溜め込まないその思いも。で、これもキャンセルは口に出す。で、そしてプラスに言い換える。で、私の中で手順があるんですけど、その手順はまず最初に感謝を口に出す。で、次に不安な思いとかマイナスな言葉を聞いた時とか、そういうのはキャンセルする。次はそれをプラスに言い換える。不安な思いって自分だけからじゃなくても外からも来たりすると思うんですね。例えば治療中の方だったらお医者さんから来たりとか、もちろん周りの友達、家族、ニュースとかいろいろあると思うんですけど、とにかくそういう外からも来るので、どっちにしろ、自分の内から来たものにしろ外から来たものにしても私はキャンセルします。で、例えばどんな感じかって言ったら、最近の私だったらお医者さんがいつか今使ってる薬は効かなくなると思うからとかいう発言をしたとする。で、それって別にお医者さんもちろん悪気ないの分かってるし、対抗策として考えてくれてることなので、それは別に何もお医者さんを責める話でもないんですけど、ただ自分がそれ聞いた時にやっぱり私を薬効かなくなるかもっていう思いが来ちゃうんですよね。なので私はいつもこういう時も後からキャンセルします。で、どんな風にするかって言ったら、さっき言った手順と同じで、まず感謝します。例えばお医者さんの、助け、いつもサポートを感謝しますって、まずお医者さんにも感謝する。で、今こんな風に今使ってる薬が今も効いてることにも感謝します。で、今ある感謝をまず口にするんですね。次、手順で言ったらキャンセル。まずお医者さんが、先ほど述べた薬が効かなくなるかもっていう言葉はキャンセルします。で、もし思いが自分にも来たんだったら、その思いもキャンセルします。で、次、言い換えですよね。で、言い換えは、私はこの薬が今もこれからも効いていること。で、そして、私はさらにプラスも言うんですけど、そしてこれからも、なんなら薬がもう必要なくなること。そのことを宣言して感謝します。はい。みたいな感じで言います。で、これも口に出します。はい。だからそんな感じで、例えば痛みがあった時とかも、不安な思いが来た時も、それも今の手順でキャンセルして、で、なんならプラスに考えます。私はただキャンセルして今の現状をプラス言うだけじゃなくて、さらに自分が望んでる感じ、痛みだったら、今この痛みは悪いものではなく、体が良くなってる過程の痛みであることを宣言して感謝しますとか
とにかくそんな風にプラスに言い換えてます。要は大切なのは、不安な思いが来ることは仕方ないんですよね。それって当たり前のこと、別に責めることでもないし、でもその後の行動は自分がちゃんと責任持って変えることができると思うんですね。たとえ思いは変えられなくても言葉は変えられるってこと、それが大事かなと思うので、私はマイナスなことは口に出さないようにしています。はい。ここポンちゃん見えますか？後ろにポンちゃんいる。はいはい。じゃあ最後3つ目、頑張りすぎない。はい、これも私よく言ってると思うんですけど、理由はっていうと、がんになる人は頑張りすぎた人っていうように、私自身も含め本当にそうだなって、そういう人が多いんじゃないかなって、思います。がんにストレスは大敵っていうけど、がん告知前を振り返った時に、めっちゃストレス溜めてたなって思います。これはがんになって、嫌でも立ち止まざるを得なくなって、で振り返った時に、ようやく気づいたことでもあるんですけど、以前がん告知前の私って本当にハムスターの歯車みたいにもうカシャカシャカシャってもう終わりなくずっと走ってたなって思います。でも私は病気にでもならないと止まれなかったなとも同時に思うんですね。もう常に一個目標を立てて、もう終わったら次また次って本当終わりなかったので、もうかなりストレスかかってたかなって思います。でそんな私が実践して今やってることって言ったら、前回の動画でもお話出てきたと思うんですけど、自分の体の声を聞く意識っていうのをやってます。自分の体の声を無視しないっていう感じです。人ってもう本当に同じ人でも状況とか環境とか季節とかでもう本当に変わるんですよね。自分の体の状態って、体は常に変わってるのに、それを無視して私はこれをやるって決めたら、ずっと体の声を無視してやり続けたりとかしてたんですね。以前の私だったらどんな状況でもどんな環境でも、どんな季節であってもやるって決めたらもうやったし、やらなかったら変な罪悪感があって、やらないことが無理だったんですよね。でも今の私はやるって決めたこともちろんやるんですけど、臨機応変にやります。続けるけど、その続け方の内容はその状況とか環境とか季節に合わせて変えてるって感じです。例えば、毎日マット運動するって決めたとする。で始める時とかでもいいんですけど、まず自分の体の声を聞くですね。変な話、ちょっとどう今日みたいな今日の調子どう、いつも通り行くみたいな感じで聞く。で例えばちょっとしんどいなとかいう思いが来たとする。実はちょっとしんどいみたいな。でそしたらまずそのしんどいっていう思いを受け止めるんですね。そっか、しんどいんだみたいなでそこで、じゃあちょっと今日はストレッチだけにしとくとか、いつもやっているスクワット20回をちょっと10回だけにしとくのはどうみたいな感じで相談するんですね、自分に。でじゃあそれだったらやれるかも、だったらやる。ちょっとそれでもしんどいったら、じゃあもう今日は休もうかって言って、潔く休むことも大切と思ってます。休むことも仕事って思う感じで、その分じゃあ明日はやろっかみたいな感じで、また明日は明日で自分の体の声聞いたらいいと思うんですけど、自分の体の声を聞いて相談して、で無理なくできる範囲を探す。自分と体と相談してっていう感じで、結果振り返ってみるとこの方がちゃんと長く続けれるし、なんならめっちゃできるんですよ。以前の私だったらこれ甘えてるかもとか甘やかしてると思ってできなかったんですけど、全然そんなことなくて、自分に優しくするっていうのは甘やかすとか変に自分を肯定するとかそういう話じゃないんですよね。自分の声を聞くようになって、それをうまくできるようになった気がします。で実際私は去年の夏、この動画上げた時らへんは結構負荷かけて運動してたんですね。これもその時の自分の体の声を聞いて、今めっちゃ運動できるって感じでやるって感じだったんでやってたって感じなんです。で今は冬
になって、自然とちょっと体が動きたくないなっていう感じ、なんか無理はしたくないなって感じの声を聞いたので、今はストレッチメインで、そんなに負荷かけた運動はしてないです。はい。そんな感じで今は臨機応変に自分の声を聞きながらやってるって感じです。要は、今の自分をちゃんと受け止めて、その上で自分と一緒に前に進むことが大事なのかなって思います。以前の私はっていうと、もう自分を置いてけぼりにしちゃってた感じなんですね。なんかもう疲れた、しんどいって言ってる自分のお尻を叩いて、無理やり前に引っ張ってたみたいな感じで、結局それが限界来ちゃったのかなって思います。なので今は、誰でもない今自分がやっぱ自分のことを一番理解してあげて、で、その上で一緒に手をつないで歩んでいけたらなっていう感じです。はい。私がやらない3つのことまとめてみたんですけど、結論、前回あげた動画のやることにしても今回のやらないことにしても、総称して大事だなって思うのは、これを絶対やっちゃダメみたいに自分を制する感じじゃなくって、自分の体のために心がけてあげたいみたいな、自分をケアしてあげる感じの意識で、やることにしてもやらないことにしてもするのが大切かなって思います。なので全部なんですけど、最後にお話したように、しかも今年目標でもお話ししたように、自分の体の声をちゃんと聞きながら、自分の体のためにできることはやっぱり諦めずに、頑張らずに頑張ってやっていきたいなって思います。やっぱ多分がんになった人ってすっごい頑張ってたと本当思うんですよね。なのでそんな今まで頑張ってきてくれた体に、お礼を言ってあげて、これからは一緒に無理なくでも前を向いて進んでいこうねみたいな感じでやっていけたらいいんじゃないかなと、私自身も思っている感じです。はい。そんな感じでよかったらいいねボタンとチャンネル登録の応援していただけるとめっちゃ励まされます。ではまた、みーぽぽでした。バイバーイ。両手に文鳥。今の私の体の状態とそれに伴う調整を決断したので、報告を合わせてしたいと思います。